哇，织成了一个网一样，哎，有点让我想到徐伦的网。他是把自己手给卸了。レグ、起きて。筋疲力竭了。レグ？私、いつの間に眠っちゃってたんだろう。ごめんね、レグのお腹温かくて。無理もない。稀に見る夜更かしだったからな。はい。真的好可靠啊！ありがとう。レグ、ここどの辺か。现在应该是什么？还是2层吗？震度計は820メートルを指していたぞ。リコ、どうした？哇，但是好漂亮啊！对啊。明るいじゃないか。あれ？震度600メートルの石の箱舟、あんな上に。あの時目指してた震度400メートル、もう見えなくなってる。力場の歪みで地上も見えないのか。あの教会がやけに明るいが、その歪みが。还有一种扭曲的那种音效，还是音乐。哇酷哇酷了！肯定不会这么顺利啊！もちろん油断は禁物だけどさ、追っ手がかかる前に一気に2層まで行けちゃうかもよ。それはよかった。ところでリコ、ご飯にしようか。真的有生物了，已经。他们就是应该有很多不一样的种族动物都住在这不同的层。ガンキマスの内臓は傷つけないようにとって燻製にして保存食にする。身の方は豪快に鍋に入れてとこしえ香の実を少々、棒味噌を溶いて刻んでおいた才能。感觉还可以呀。じゃーん、名付けてリコ汁の完成。しがたい。リコ爆弾よりうまい。可爱的小名字。真的像去那个露营了一样，野营。リコ、何をいじってるんだ？星の羅針盤だよ。ああ、上下がわかるという。違うよ、奈落の底を指してるの。見せてくれ。磁石でも重りでもない。不思議だ。振っても回しても針の角度が微動だにしない。本当？貸して。是不是有点像海贼王里面的指针？断りが働いているのは感じるが、しかしやはり役に立つのか。啊！摸摸头。いいのよ。昔から言うもの。アビスからいただいたものはいつかお返しするの。物でも命でも。啊！可是他们俩都是来自于
阿比斯的，那他们也要还回去探窟家吗？の教えにしては謙虚だな。そうリーダーが教えてくれたの。あ、そうだ。バタバタしててすっかり忘れてた。 leader 给的。これ何？封筒？とりあえず是剩下的信件吗？これお母さんの封書。レグちょろまかしてきちゃったの？いや、よく見てくれ。あの時の紙はボロボロだったはずだ。複製ではなかろうか。本当だ。孤児院を出る前にリーダーにばったり出くわしたんだ。その時はうまくごまかせたと思ったんだけど、気づいたら逃不过 leader 的眼睛。入っていて、それでこんなことができるのは彼ぐらいしか。リーダー私たちを応援してくれるのかな？サイズの違うのが入ってる。夜明けとともに捕まえに出る。レグ夜明けからどのくらい経ったかわかる？いや、ただ寝起きですでに明るかったことを考えると。急いですぐ出なきゃ。レグ焚き火の跡消して。よし、来た。私は忘れ物ないか見てくる。我这是风声吗？準備はいい？もちろんだ。行こう。2層まで逃げ切れれば追っ手はかからないとシギーは言ってたな。しかし好可爱哟！救命！きっと試してるんだ。これは最後の授業なんだよ。こんなところで捕まるようなら奈落の底なんて到底無理だって。レグ後ろ。这么快已经遇到对手了。哦，还有那个大炮。諦めて話したな。追兵也追不到了，之后就。リコ、大丈夫か？大丈夫、平気だよ。慣れないことで余計に体力を使っているのだろう。初めての深さ、手つかずの道。それに追っ手はまだ来てないみたいだな。ルートを外して降りてるから、追いついてきてもそう簡単には見つからないよ。それに捜索隊は3人以上で動くから、私たちの方が先に見つける。どうしたリコ？見てレグ。真的太漂亮了。雲の切れ間。但是感觉很恐怖，这不是就相当于自杀的那一层吗？中间就是一大洞，像是要吞噬的那种感觉，像个嘴。会不会就是他越接近下面，他可能越会唤起他的某种共鸣之类的？リコ、すごくてこけちゃった。リコ、ちょっと休憩しよう。でも僕はおしっこがしたい。じゃあ私も。リコ、あの手紙に対して言っていた君の妄想だが。最後の授業のこと？妄想じゃないよ。そうだな。
あれは間違っていない気がする。リーダーは毎晩見回りを欠かさないと言っていた。ひょっとしたら夜な夜なの企てや僕がロボットであることなんかも見透かしていたのかもしれない。看破不说その破。上であの封筒を持たせてくれたのならきちんと逃げ切って答えないとな。どうしたのレグ？这么快速？何か光ったんだ。あの3つ連なった岩のあたり。捜索隊かな？哇、探掘家だ。一人だけどまっすぐここを目指している。なんでルートから外れた？但是他只有一个人，是不是也落单了？ルート外を向かってくる。間違いなく目的は僕らだな。急ごう。レグ、追ってどうかな？今確認して。他的眼睛都能就是像精灵一样。ああ。僕らの这么大？真上だ。何なんだ。早すぎる。哦，是那个。追いつかれた。相手は一人。負けるか。哦，是那个叔叔，那个黑少。なかなか早いじゃねえか、リコ。ハボさん、どうして？どうだよ。对啊，他换成这么大速度还能这么快？黒笛ハボルグ。白笛でなくともここまで手だれだとは。どうする？リコだけでも先に逃がして。それにしてもよ、いやー盲点だったぜ。お前が奈落の司法だっただな。肌の部分も異物なのか？見た目じゃわからないな。おお、金玉は機械仕掛けじゃないんだな。やめろ！おい、蹴るなよ。荷物の重さをさっぴいたとしても結構軽いんだな。手信号まだ習ってないんだった。悪い悪い。話がまだ。雷哥也太可爱了，马上护住。お前たちを捕まえに来たわけじゃねえんだ。ナットとシギーが訪ねてきてな。真的是好伙伴。監視基地までとは言わないからさ。せめてあいつらが2層に逃げ切るまで。それに奈落の司法の本当の姿を見る最後のチャンスなんです。レグはすごく速かったけど、ハボさんならあの速さに追いつけ。レグは本当に奈落の司法なんだな。はい。行くぜ。それで奈落の司法を拝みに来たってわけよ。拝むだけにしていただきたかった。ちなみに捜索隊はねじれ石のあたりを探してたぜ。あれはまだかかるな。さてと、奈落の司法も見られたことだし、あいつらとの約束も果たしておかんとな。行くぞ二人とも。監視基地まで俺もついていくぜ。本本当さ。黒笛が一緒とは很安心。なあ、リコ。ハボさん、おう、なんだ？ごめんなさい。他们自己的旅途吗？そりゃないぜ。これは最後の授業なの。あ？天哪，立刻他太勇敢了。なるほどね。あいつも味なまねよ。ま、最後の授業ならしょうがねえな。あいつも最後ぐらい自分で来いってんだよな。あ、そしたらすぐに捕まえちまうからダメか。ごめんねハボさん、せっかく来てくれたのに。いいってことよ。実は他にも用があってな。俺。なにこれ？
青笛からやる味噌疫苗吗？大抵の断ち切りね。发热是因为发热会有幻觉吗？あと昨日の残りだけど行動食にからしまんじゅうな。早めに食っとけ。ありがとうハモさん。うん。あとな、一番大事なようなんだが、これは一緒に行けない以上今言っておくべきか。お前たちが行く鑑識地だが、そこの先森がちょっとクセ者でな。お母さんの風書を見つけた人？そう、不動教動かざる王翦、現役の白笛だ。哦，就是一起アビス抬上来で了生まれたリコをライザさんと共に地上まで運んだのもそいつだ。白笛！しかも私の命の恩人！すごい！しかしハボルグ、特に言いよどむようなことには思えないが。白笛王翦に気をつけてくれ。詳しくは俺から言えない。リコには辛いことがあるかもしれん。覚悟して言ってくれ。我感觉白迪应该都还挺白笛に会いたいし、异于常お人母さん的。のこととか、お母さんの風書を見つけた時のこととか聞かなきゃいけないし、それに别这样。そうだな。大丈夫だ。心強い相棒もいるしな。レグ、リコ、頼んだぞ。了解した。任せておけ。それじゃあ行ってくるね、ハボさん。ああ、行ってきな。ぼやぼやしてたら白笛になって置いてちまうけどな。おばさまにもよろしくね。おう。俺らはどうしたって奈落の落とし子だ。没有家长的陪伴吗？遅かれ早かれ分かっちゃいたけどよ。他不会也是出生在深渊吧？被深渊抛弃吗？レグ、あれ。風乗りの風車だ。已经有这种迷雾的感觉了。昔はあれで上昇気流を捉えていたんだって。4000年以上前からあるらしいよ。よく残ってるな。あれを超えたってことは。ここが深海二層。やったよレグ。私たち最後の授業を乗り切ったんだよ。そうなのか。そうだよ。リーダー、私たちやったよ。実感があまりないんだが、僕らは本当に逃げ切れたのか。そうだよ。もう追っ手を気にすることもないんだよ。ここまで来れば追っ手がかからない。行くことも戻ることもすごく難しくなるから。シギーは確かにそう言った。哦，这些鸟都这么鲜艳的吗？つまり捜索隊ですら不会很難偽裝嗎？ということで。急ごうレグ。仲間を呼んでるかもしれない。ああ、僕らは逃げ切れたわけじゃなく、人の領域から外れたあらゆるものに。接下来的追兵就不是人类，可能很多都是其他的生物。啊，这么快？我还挺喜欢，就是它每一季结尾都有一个这个 Abyss 它的
整个地图，然后能就是标出来他们现在具体位置在哪儿。这集也终于看到他们已经就是去到第2层了，已经这个探险是开始了。就不得不说雷格这个手真的很好用啊，简直就是专门为这种地形设置的，就简直像一个那个升降梯一样。就第1集出现的他们类似于像是这样直升上来的那种就是像热气球一样的装置吧，就那个也挺新奇的，但是那个好像就600米深吧还是什么的，就是他们没有再往下继续造了。但是初步看上去他们好像没有一些就是环绕式的那不知道像轻轨一样的装置。那个真的很可靠，不愧是遇到他们的人都会说立刻就交给你了的这个人物吧。他们这一集真的就像是那种日常番一样的那种节奏吧。要不是知道艾比斯他到底有多么恐怖，要不然还以为他们真的是一个就是非常健全的那种日常治愈番呢。没有想到的是他们这个罗盘这么快就丢了，是真的丢了，还原本以为它会发挥什么重要的作用之类的，不过它可能就是类似于其他那种遗物一样，传递的是一种意志。像 leader 说的本身就属于 Abyss 的东西它就会回到这个 Abyss， 就让我不禁想到利可他和雷格他们也都是诞生于这个深渊的，他们可能最终也会回归到这里，那就预示着他们再也上不到表层了。但我觉得也很有道理吧，毕竟就是那些来挖财宝的呀，或者说是来竞争这种资源的，他们都是索要了 Abyss 的一部分，但是最终这些代价 Abyss 他都会给你要回去的，不管是这个诅咒也好，就你可能回不到上面，说你还在下面的时候就已经死了。就包括就是虽然他们这一集还没有遇到什么特别凶险的魔物怪物，我觉得后面应该会遇到一些挺可怕的生物了。虽然它的这个布景真的很漂亮，这个大自然的景观真的就是令人叹为观止吧，但是感觉也会孕育出一些非常不一样奇特的一些生物，它们肯定会带来很多意想不到的危险。这集还提到了就是当时跟 Liza 一起搬回利可的那个叫奥森的人，他居然就有可能对利可不利。我觉得这些就是白狄的持有者，他一定是真的经历了很多异于常人无法企及的那种挑战，不管是身心上的折磨，还是他们真的已经达到另外一种境界，可能他们见证的东西都太不一样了。包括当时奥森也是见证了很多自己伙伴的就是尸骸吧，应该是尸体，然后呢这样子一点点把利可往上搬，他们当时受到的诅咒的压迫应该是非常非常严峻的。我也好喜欢 Hubble 他这一集的这个出场，就包括他给他们的这个拥抱，真的感觉异常的温暖。他这种水平也才是黑少，我现在很担心利可他们经验也不算很丰富，再加上他们还这么小，身手呢虽然有雷格他的这个机械臂什么的之类的加持，但是我觉得就是还是很冒险，还是觉得好危险，他们怎么能下到那么底下去呢？就是连黑少可能都到达不了的地方。那这期视频要结束了，我们下期见，拜拜。